かっこいい。やばいね。このパワー感素晴らしすぎません？ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、藤井風 U ライブアット Apple Music ラジオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ、今回の藤井さんの歌声なんですけど、過去最高レベルだったんじゃないかなっていうふうに思いました。歌唱力の進化もですね、ものすごいえぐいんですけど、それ以上に表現力がですね、恐ろしかったですね。その辺を徹底的に分析し解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、藤井風 U 歌声分析 GO！ やばいね、この声。この表現方法も今までに聞いたことがないですよね。やっぱりコーチェラを経てものすごい歌声パワーアップしてると思います。ものすごい方のボイストレーニングを受けたっていうことをコメントで教えていただいたんですけど、そのトレーニングを受けたのがめちゃくちゃストイックな藤井さんだからこそ、この短期間での歌声の進化ですよね。で、何がすごいかっていうと、今の藤井さんの声、声量ものすごく小さく抑えてるんですよね。にもかかわらず、ここまで安定した歌声をですね、表現できるのがもうほんと神レベルですね。で、声を抑えることによって自然に歌声に息の音が乗るんですよね。ウィスパーボイスっていうテクニックなんですけど、この歌声と息の音の比率がですね、ものすごく美しいです。もう一回聞いてみましょう。もう儚い。ラララララララタタ。このぐらいかな。息と声の割合、すごく幻想的な雰囲気が美しいですよね。ういすごいね。使ってる声は先ほど説明した歌声で、もうちょっと細かく言うと声の音色バランスですよね。声のメインはですね、鼻の中の空間の音色なんですよ。鼻腔共鳴って言うんですけど、そこに少しだけ口の中の口腔共鳴っていうところの音色もプラスされてるかなっていうふうに思います。それぞれ鼻がですね、声の音色のコントロールがメイン。口がですね、言葉の輪郭のコントロールだったり、あとは口の大きさによっては歌声に喜怒哀楽の感情を乗せたり、あとは声量のブースト効果、この辺もできちゃうポイントですね。で、この声ってものすごく息の量を使うんですよ。だから肺活量が少ない人は多分ね、3秒ぐらいで息なくなっちゃうんじゃないかなっていうぐらい息使います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。で、キーボードの音色もいいですよね。ピアノの音じゃなくて、今回はシンセサイザー的な音色っていうかね、音の粒立ちが丸い優しい音色の音がですね、藤井さんの美しい歌声とものすごく合ってる。たまらないね。もうニヤニヤが止まらない。で、声全体はものすごく優しくてソフトな感じなんですけど、しっかりと躍動感を作るテクニックもさりげなく使ってるんですよね。それは何かっていうと、スタッカートです。ラララララララタッターみたいな。その辺注目してもう一回聞いてみましょう。ほら。ほらほらほら。2箇所スタッカート使ってる箇所ありましたよね。これがあるからこそ優しい歌声なんですけど、躍動感を感じれる歌声に仕上がってるんですよね。素晴らしい。いいね。で、今気づいた方多いと思うんですけど、ブレスの音、
ブレスっていうのは何かっていうと、歌の専門用語なんですけど、息継ぎのことを歌ではブレスって言います。このブレスの音がですね、ものすごく大きく聞こえるように歌ってるんですよね。歌声もウィスパーボイスで全体的に空気感を表現していて、ブレスの音でも息の音を表現する。これ R&B のですね、代表的なテクニックなんですよ。日本人だと平井堅さんがよくやるテクニックだったりするんですけど、ブレスの音までしっかりと表現の一つで入れるっていうのがですね、すごすぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら。うん。最後も、今までで一番息の音を声に混ぜてますよね。さらに専門的なお話をするんですけど、歌で使う呼吸法って腹式呼吸っていう呼吸法です。息を吸った時にお腹が膨らんで、吐く時にお腹がしぼんでいく呼吸法。これを使うとですね、息を吸う時の音って出にくくなるんですよ。その代わり歌に適していないと言われる胸式呼吸。これ息吸う時に肩がフッって上がって、吐く時に肩がフッと下がる。この呼吸法だと息の音が聞こえるんですよね。ただ藤井さん、ここのポイント多分、腹式呼吸も胸式呼吸も両方とも使ってないと思うんですよね。じゃあどんな呼吸法を使ってるかっていうと、第3の呼吸法って言われる肺式呼吸って言われるものですね。読み方合ってるかちょっとわかんないんですけど、息をですね、背中に集めるようなイメージで息を吸って吐くときは背中からこう息が抜けていくみたいな、そういった呼吸法があるんですよ。これがですね、実は腹式呼吸のハイブリッド型っていうふうに言われていて、腹式呼吸のいいところと胸式呼吸のいいところ、この2つを組み合わせたような呼吸法なんですよね。腹式呼吸は体に力が入りにくい、たくさん息が吸える、そして腹筋が使いやすくなる。この3つが大きなメリットです。で、胸式呼吸のメリットはですね、一瞬で吸える息の量はですね、腹式呼吸を超えるんですよ。だから、っていう風に息を吸う音が聞こえるような呼吸法になるんですけど、おそらく藤井さんこの呼吸法で歌い始めているんじゃないかなっていう風に思います。歌の基礎中の基礎のレベルがですね、ものすごく進化してるんですよね。ちょっとね、熱く語ってしまいました。ものすごい呼吸法を使ってます。いいね。音域が上がってもこの儚くて美しい歌声をキープしているっていうのがですね、ものすごい安定感ですよね。ここどうやってるかっていうと、鼻に入れる声の量を増やしたんですよね。鼻に入れる声の量を増やすとどうなるかっていうと、高い音域が出しやすくなります。だから音域が上がってもこの歌声をキープできているんじゃないかなっていうふうに推測します。もう一回聞いてみましょう。みたいな、この声が途切れそうになるような歌声がですね、めちゃくちゃいいですよね。で、ここでリズムをちょっと溜めてますよね。溜めてるっていうのは、遅れてはないんですけど、ほんの少しだけ気づかれないぐらいの範囲でリズムを遅く歌ってるんですよね。そうすることによってこうたっぷりと気持ちを込めたような雰囲気がしてですね、もうたまらないですね。もう一回聞いてみましょう。たまらない。いや、歌声の表現力もものすごいし、リズムでの表現力もものすごいし、毎回圧倒されちゃいますね。うわー、すげえ。聞きました今。さらに音域が上がっているのに、この儚い声質をキープ。こんな感じかな。僕の方がちょっと声強いですよね。いやー、恐ろしいね。この歌唱力。もう一回聞いてみましょうか。ほら。ねえ。やばいね。
この声って音域が上がれば上がるほど難易度がですね、ものすごく跳ね上がる声なんですけど、全くブレない。すごいよね。おそらくこのぐらいの音域からミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声にシフトしたんじゃないかなっていうふうに推測します。ミックスボイスだとどうなるかっていうと、僕がやるとこういう感じになります。地声でやると、こういう感じ。声の張り感がですね、多少変わってきますよね。だからこの声の張り感的な部分で僕は藤井さんこの辺からミックスボイスを使ってるんじゃないかって思ったんですよね。それと多分このぐらいの音域はミックスボイス使わないとこういう声は表現しにくいんじゃないかなっていうふうに思って、あくまで僕の個人的な推測なんで合ってるかどうかはまた別な話なんですけど、僕がこの声を練習するとしたらミックスボイスで練習します。かっこいい。かっこいいね。今の音をこう低いところに取るっていうこのジャズフレーズが出てきましたよね。もう一回聞いてみましょう。ラーラーのところ、ここのところがね、ちょっとね、低いこうジャズっぽい雰囲気が出てて、めちゃくちゃかっこいいですね。こういうフレーズ歌わせたら藤井さん天下一品ですよね。とことん美しくいくんですね。サビもこの優しい歌声だし、そこにハーモニーが入ることによってさらに美しさが際立ってますよね。こうなってくるとサビの一番高いところの音をどういう風に歌うのか楽しみになってきますよね。僕は裏声に行くんじゃないかなっていう風に予想するんですけど、どうなるんだろう。かっこいい。次ね。次どうなるかちょっと僕も楽しみなので一呼吸置いてから聞きたいと思ってね、今止めちゃいました。いやー、うっとりしちゃいますね。そしてこのコーラスのお二人はコーチェラライブの時のバックコーラスで参加されていたお二人ですよね。藤井さんとこのお二人の歌声が奏でるハーモニーがね、完璧すぎますね。さあでは最高音どのように藤井さん歌うんでしょうか。聞いていきましょう。うわ、裏声じゃなかったですね。今すごいびっくりした。この音域もこの歌声なんですね。いや、僕この声の柔らかさでこの音域は歌えないな、多分。ラーイ、こんな感じ？どうだろう、なんか僕の方がまだ強い気がする。今ミックスボイスで僕の中の感覚では裏声7割ぐらいなんですよ。声を出してる感覚はもう完璧裏声なんですよね。ただ体の使い方でですね、地声のような音色を作り出しています。具体的にどうやってるかっていうと、喉を広げるんですよね。ははは。裏声でやるとこういう感じになる。プラス胸腔胸鳴の支えを強くします。で、声量をですね、落とすんですよ。上げるんじゃなくて。ラーイみたいな。そうすると裏声なんだけど地声みたいな音色になるんですよね。多分こういった声の使い方をしてるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。I can say, I can say, lie みたいな。こんな感じかなってなってくると、低い音域からミックスボイスを使っていたのかもしれないですね。もしそうだとしたら、ずっと同じ歌声のトーンをですね、キープして歌っているっていうことに、説明がですね、ものすごくつくんですよね。もしかしたら、この発言をすることで、ここまでの歌声分析に矛盾が生じてしまうかもしれないんですけど、ただ声の音色バランスだったり、呼吸法に関しては間違いないと思います。地声をメインで使って歌っていたか、ミックスボイスをメインで使っていたかっていう違いですね。今回完璧な地声まだ一回も使ってないかもしれないです。多分こっちの線が強い。ラタタみたいなこういった感じの声だと思うんですよね。僕はあまり上手くないですけど、この声。だから藤井さんの歌声みたいな雰囲気は作れないんですけど、R&B のボーカリストは結
構こういった低い音域から裏声メインのミックスボイスで歌うボーカリスト多いんですよね。だから今回藤井さんは新しい表現の扉を開いたのではないでしょうか。ここに来てまだ進化するかって話ですけどね。この辺の低い音域はでも地声かな、ミックスボイスは使ってないような感じがしますね。いやー、今回の藤井さんの歌声は奥が深いですね。今まで何曲も藤井さんの歌声を分析してきたんですけど、その中で培った藤井さんの声のイメージがですね、今回の歌声分析では通用しないというか、僕の中では全く違う歌声を使っているように聞こえます。この辺もそうですね。地声使ってますね。やっぱり低音域は地声を使って、中音域から高音域にかけては裏声メインのミックスボイスっていう声の表現方法だと思います。今だいぶ僕の中でこの線が合ってるんじゃないかっていうふうに思っています。いやー、すごすぎますね。いいね。今のブレイクがですね、最高にかっこよかったですよね。ブレイクってバックの演奏がピタッと止まる瞬間のことをブレイクって言うんですけど、藤井さんの歌声だけになったポイント、超かっこいい。もう一回 A メロの頭から聴いてみましょうか。で、1番よりも声のパワー感が上がりましたよね。ピアノの伴奏もすごくビートを効いたフレージングになってるというか、2番から徐々に盛り上げていく感じなのかな。で、ここでは先ほど説明したミックスボイスではなく、地声をメインに使った歌声になっています。主に肺の中の空間、胸腔共鳴って言われる声の太さだったり、声のパワー感をコントロールするポイントの音色と鼻の鼻腔共鳴ですね。この2つをうまく混ぜたようなかっこいい歌声になってます。やっぱり藤井さんの楽曲のアレンジって1番と2番でガラッと雰囲気が変わるじゃないですか。ここが聴いていてワクワクするポイントであったりしますよね。ライブのアレンジとかは特にね。で、今の歌い出し一発目のこの音、エッジボイスって言うんですけど、この音がね、めちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聴いてみましょう。いいね。キャンみたいな。この音ね、超かっこいいですよね。で、毎回恒例の2番になってくると、藤井さんの神レベルフェイクが出てくるんですよ。ここも楽しみです、僕。フェイクって言った瞬間に今のところかなりメロディーを崩して歌ってましたよね。ライブでのこの自由性の高さがもうほんと尊敬します、僕は。アドリブでよくここまでメロディーを崩して歌えるなと。しかも一発勝負のライブでですよ。もうね、肝っ玉が座りすぎていますね。もう一回聞いてみましょう。来るよ。やばいよね、このフレーズ。きっと藤井さんの頭の中にはものすごい数のフレーズパターンが詰め込められているんだと思います。実際に今まで藤井さんが歌ってきた楽曲もそうなんですけど、ピアノで弾いてきたフレーズ、その2つをまとめたものがですね、歌として出ているんだと思うんですよね。歌だけやってる人で藤井さんぐらいの年齢でここまで自由性の高い歌ってね、僕ね、歌えないと思う。もしかしたらいるかもしれないですけど、僕はね、藤井さん以外知らないですね。ほんと最高すぎますね。わっ、いいね。で、今藤井さんも女性のコーラスの方も2人ともウィスパーボイスで歌ってハモっていたんですよね。ウィスパーボイスでハモるとハーモニーの音色がですね、ものすごくキラキラします。息の
この音もですねハーモニーの一部として聞こえるんですよ。だから例えばアカペラコーラスとかでよくあるうーっていうハモリあるじゃないですか。あれもうーっていう風に息を混ぜてあげた方が綺麗に聞こえるんですよね。そのコーラステクニックを使っているポイントでした。もう一回聞いてみましょう。ほら、めちゃくちゃ綺麗でしょ。もちろん2人とも歌がものすごく上手いっていうのが前提の話になってくるんですけど、声だけでも美しいハーモニーが出てるところに息の音で艶を出しているような状態になってるんですよね。結構藤井さんの歌声分析動画の時に僕が紹介するボイストゥーメン、彼らのコーラスもですねこのテクニックを使ってたりするんですよね。世界最高峰テクニックです、これは。お、ハモるのかと思ったらユニゾンでしたよね。ユニゾンって同じ音をですね2人以上で歌うことをユニゾンって言います。で今ユニゾンなんですけど、藤井さんとあと男性コーラスの方がユニゾンだったかな。でそのオクターブ上で女性の方が同じ音を歌ってるみたいな、こういったパート割りだったと思うんですけど、美しいハーモニーをですね奏でた後にオクターブのユニゾンによる透明感のある雰囲気にガラッと変わる。この雰囲気のギャップにですね一気にやられちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。で男性の方がユニゾンから音を外れてフェイクに回るっていうね、こういう粋なアレンジをですねめちゃくちゃかっこいいですよね。うい、ものすごい低音でしたね。もうこの音域のアップダウンもすごいしね。今まで言ってこなかったんですけど、藤井さんの歌声分析をしてると藤井さんものすごくたくさんすごいことをするじゃないですか。だんだんどこを解説すればいいんだろうっていう風にね迷っちゃうんですよ、すごすぎて。でもいつも僕が一番印象に残ったところをピックアップして分析して解説させていただいてるんですけど、藤井さんの歌声分析を始めた当初も頭フル回転で歌声分析してましたけど、今もそれはね全く変わってない。もう本当にどうしよう、どこを説明しようみたいな感じになります、毎回。でもそれがねまた楽しかったりするんですけど、なんか藤井さんと男性コーラスの方の掛け合いみたいになっててめちゃくちゃかっこいいアレンジですよね。藤井さんがそこまで情熱的に歌っていない、今回は落ち着いた感じで歌ってるじゃないですか。でも男性のコーラスの方はものすごくソウルフルに歌ってるっていうこの声のギャップがグッときますよね。でここはサビに行く一歩手前でちょっとトーンダウンをしたような表現方法を使ってますよね。この音圧を使っての盛り上げ盛り下げの表現力もですね神レベルですよね。声の音色を使った表現力、リズムを使った表現力、音量のダイナミクスを使った表現力、少なくともこの3つの表現力使ってるんですよね。細かく言えばもっとあるんですけど、大きく分けるとこの3つを使うことが多いかなっていうふうに思います。今のポイントは音量を使ったダイナミクスの表現ですよね。でサビに向かってじわ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 と音量が上がっていってコーラスが入ることによってぐっと広がったような流れに持っていくっていうね。ただ藤井さんここ若干抑えて歌ってるじゃないですか。その歌声に対してもうちょっとっていう気持ちになりません？もっとくださいみたいな、もっと盛り上げてほしい的な、この藤井さんの歌声に求める感情がですね、歌声を聞きたいっていう感情につながっていきますよね。いや本当に今回の藤井さんの歌声奥が深いです。
先の表現力が気になる歌い方をしてくれてますよね、藤井さん。この後はこういう風に歌ってくれるかなとか、歌ってほしいなとか、そういった感情になりません？てか、こういった気持ちにさせてくれるボーカリストって藤井さん以外います？今回歌声もすごすぎますけど、表現力の方がですね、もう恐ろしいほどすごいですね。もう鳥肌が止まりません。うい！そう、この声が聞きたかったんですよ。このパワフルな藤井さんの歌声ね。サビの始まりから僕はこういった力強い藤井さんの歌声をですね、求めていたんですよ。でも藤井さんはですね、じらしてみたいな感じの歌い方だったじゃないですか。ここでもちょっと盛り上げるんだけど、それでも優しめにみたいな。でも今の最高音で多分僕だけじゃないと思うんですけど、この力強い声を求めている藤井風さんのファンの皆さんの待ち望んでいた声をここで一発ポンと出すっていうね。どうよこの表現力僕が歌ってるわけじゃないのになんでこんなに自慢してるんだろうっていう感じなんですけど、いやーえぐいねすごすぎる。まるでファンの心理を全部把握してるかのような表現方法かなっていうふうに思います。でここでまたグッとトーンダウンっていう感じ。もう目が離せないっていうか耳が離せないですよね。次はどういう感じで表現してくれるんだろうっていう、もう期待の気持ちでいっぱいになりますね。いや今回もちょっとねテンションが上がりすぎて、いつも以上に難しいことを言ってしまっているポイントがあったり、いつも以上に感情論で話している部分があったりで、話の内容的にはちょっと支離滅裂な部分もしかしたらあるかもしれないんですけど、そこはね鶴さんがめちゃくちゃ藤井さんの歌声に驚いてるんだなっていうふうに思ってくださったら幸いかなっていうふうに思います。ミュージックアワーズジャパンの時の藤井さんのプレマの歌声もすごかったんですけど、僕は今回の YOU はそれを超えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。むしろ今まで聞いた藤井さんの歌声の中で一番の表現力なんじゃないかなっていうふうにすら思ってます。だからちょっとね、言葉は悪いですけど、鶴さんがこう気が狂ったような感じになっちゃってるんですよ。これも全部藤井さんの歌声がすごすぎるのが影響してますからね。最高ですよ藤井さん。この辺はこうビートを聴かせた感じの歌声に変わってますよね。全体的に音を切って躍動感を強調してるというか。あ、来たよ。わ、ここで盛り上げてくるわけだ。フェイクが来てやったーって思ったら、さらにまたね力強い藤井さんの一番魅力的な声かな、このパワフルな歌声が。これがこのタイミングで聴けちゃうっていうね、一気にテンションがさらに上がっちゃいますよね。うわやばいね。女性の方がですね、ホイッスルボイスって言われる超ハイトーンボイス。藤井さんの歌声の2オクターブ上の音かな。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のドのこの音関係をオクターブって言って、別の言い方だとこれを1オクターブって言います。ドレミファソラシド1個分。なのでここの藤井さんの歌声と女性コーラスの方の歌声の音関係はですね、ドレミファソラシド2個分2オクターブの音関係になります。で同じ音なのでユニゾンですね。来たね来たね。一番力強くてかっこいい声で、ブレイクからの「ユ」まで入ってましたよね。こっからサビか。いやー楽しいねめちゃくちゃかっこよすぎて聴いていてすごい楽しいです。かっこいい。
そういう感じね。メインメロディーはバックコーラスの方が歌って、藤井さんは力強いフェイクっていうね、最高に好きな流れです、僕これ。藤井さんの楽曲だとよくあるアレンジというか楽曲構成なんですけど、最後の大サビはメインメロディーと裏でのこのフェイクのフレーズが流れているっていうパターンね。僕このアレンジ大好きなので、毎回今回もやってくれるかなっていうふうに思って聞いていて、毎回やってくれるから僕はね、一番テンションが上がっちゃいますね。かっこいい。やばいね。で、細かい話なんですけど、実は藤井さん、マイクを使ったテクニックもですね、終始使っていて、それは何かっていうと、声のパワーが上がりすぎるポイントだったり、声量が大きくなりすぎるポイントはですね、自分からマイクと口の距離を作って歌うんですよね。だから高い音域だったり、力強い音域のところを歌うときは、こう離れて歌ってたりするんですよ。今がちょうどそれが分かりやすいポイントだったかなっていうふうに思います。ハンドマイクとかだったらこの距離感で調整できたりするんですけど、やっぱり弾き語りだとマイクの位置は固定されてるので、自分の体でこう動いて距離を作るしかないんですよね。もう一回流すので映像に注目して見てみてください。ほらほらほら、こうのけぞってますよね。この距離を作ることによってコーラスの方々と藤井さんの歌声の声量バランスを作ってるんですよね。コーラス系とかって特に各パートの音量もものすごく大事なんですよね。一パートだけ声量が大きくなりすぎてしまう、小さくなりすぎてしまうってなってしまうと美しいハーモニーにならないんですよね。その辺の調整もですね、完璧にやってますね、藤井さんは。かっこいい。やばいね。ハーモニーもものすごく分厚いし、最後のこのパワー感素晴らしすぎません？すごいパワーが画面から伝わってくるような、そんな空気感すらありますよね。この辺はいつもの藤井さんの声かなっていう感じがします。なんかいつも通りの歌声を聞くと安心しますね。あ、いつもの藤井さんだみたいな。やばいね。最後の最後までやばいですよね。あそこまでパワフルな声で歌っていたのにもかかわらず、今聞いたところのフレーズはですね、この曲最初に使った柔らかい優しい歌声なんですよ。この音量の緩急やばいですよね。どうやったらここまで歌えるようになるんだろうっていうふうにね、思っちゃいますね。いいね。音量がどんどんね小さくなっていきますね。このままリットして終わるって感じかな。リットっていうのは徐々にテンポが遅くなっていって曲が終わるっていうパターンなんですけど、リットするかなと思って集中して聞いていたんですけど、藤井さんのロングトーンがですねものすごく長い。さりげなくすごい歌声披露しますよね、藤井さんって。こういうところがねまたかっこいいですよね、さりげない感じがね。喋り声もウィスパーボイスみたいなね、ごめんなさい、僕英語わかんないからなんて言ったか聞き取れなかったんですけど、ひそひそ話みたいなね感じがちょっと可愛かったですね。藤風。いやー、凄まじかったですね。以上、藤井風 You ライブアット Apple Music ラジオ歌声分析はここで終了です。いやー、すごいね。超高等技術のオンパレードだし、歌で表現できる表現方法を全て一曲に込められているんじゃないのかっていうふうにね思っちゃうぐらいテクニックてんこ盛りでしたね。そして
解説中にも言ったんですけど、それ以上にインパクトが強かった藤井さんの表現力、神を超えた神レベルだったかなっていうふうに思います。いや、藤井さんの歌声はどこまで進化するのでしょうか。その進化の過程をですね、これからも全力で分析し解説していけたらなというふうに思っております。今からワクワクが止まらないですね。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。